皆さんこんにちは。台湾人のランです。今回の動画は都会の喧騒を忘れる自然豊かなエリアやアートの街を体験できる穴場スポット、思わず息を飲むような絶景ポイント、そしてみんなが大好きな台湾絶品グルメまで、台北とは思えない台北を巡る一日モデルコースをご紹介します。台湾人である私自身も改めて台北の魅力を再発見できました。ぜひ最後まで見てください。ほら見てる、ほらほら。台湾での4日目、地元の深坑からスタートします。これから朝ごはんを食べに行きます。今日の朝ごはんはこちらです。蛋饼と韭菜盒子の朝ごはん屋さん。これは韭菜盒子。韭菜は2だ。葉っぱみたいに包んでるから盒子。おお、美味しそう。めっちゃかっこいい。出来たてや。ほやほや。めっちゃ美味しい。ニラ、春雨、卵、あと肉もちょっと入ってる。おお。気になる。なんでもうまい。美味しい。すごいな。結構量があるよね。ここのタンビンは手作り、生地は手作りだからちょっと時間かかるみたい。いいね。カリカリしてる。素朴な味やけどめっちゃ美味しい。なんだろう、なんか卵の香りもすごい美味しいよね。台北 MRT 文湖線の終点動物園駅に到着。駅を出て少し歩くとマオコンロープウェイの乗り場が見えてきます。これから台北の山の上にあるマオコンに行きます。このロープウェイは IC カードで簡単に乗ることができますが、特別仕様のクリスタルキャンビーに乗りたいので券売機でチケットを買います。通常の片道券は180元、1日券は300元。2回以上乗るなら1日券の方がお得です。さらにクリスタルキャンビーを選ぶと片道プラス50元が必要です。台北市民は割引がありますが、私は新北市民なので通常料金でした。残念。私は台北市民じゃないから。台北市民だから3分の1になる。然后这个票先收着，好水晶票等一下月台会收走。好来谢谢水晶从这进去，好。咱们进去。クリスタルキャッピーは床が透明なので足元の景色を楽しむことができます。とりあえず一番高いのところに乗ろうか。マオコンに行くで。あそこはお茶とか有名な場所。台北市内一番お茶有名なところ。30分か。そんなに濃くないと思うよ。30分でも入ってたよ。あ、そうなの。じゃあ遠いな。おお、急に速くなってきた。いい天気。私もこのロープウェイは多分15年以上ぶりかもしれない。透明。汚ねえな。ほんまや。床が全面ガラス張りになっていて下が見えるので
少し足の裏がムズムズしますね。わ、すごい。101も見えてる。あ、ほんまや。全部で4つの駅があって、1日券があれば自由に乗り降りできます。途中で下車しない場合は、そのまま座っていれば OK。ここお茶が有名。うん。なんか一番有名の包種茶。ここの。ジェットコースターみたい。結構差があるよね。おお。これは結構高いし怖い。すげえ。お寺は独特やな。丸の天井。ヨーロッパ風のなんか。モスク風。終点です。谢谢。おお。マオコンは台北郊外の自然豊かな観光地で、お茶文化を楽しめる場所として人気です。マオコンという名前は、昔この辺にあった地形の空洞に風が吹き抜けるとき、ミャーって猫の鳴き声みたいに聞こえたのが由来なんです。ハイキングコースがあって、登山好きな人にも人気のスポットです。私たちは残暑步道から歩きます。だから先に右の方を曲がって最後は左の方を戻る。これかな。これ樟樹步道。多分あっちと思う。チェック？うん。おお、すごい。綺麗綺麗。登山口。ああ、こっちやな。行こう。ここから台北の景色が見える。101見えるやん。おー。残暑步道は緑に囲まれた自然豊かな遊歩道です。空気がよく、歩くだけで気分が晴れやかになります。歩くだけワクワクするよね。あ、かわいい。ここ全部お茶やで。ここかな。もうちょいこっちにいて。残暑步道の終点に残山寺という寺があります。残山寺は山の中にある落ち着いたお寺で、
地元の人に親しまれています。境内から台北の景色が一望できます。参拝者が一息つけるように台湾産の鉄観音が無料で飲めます。好，谢谢。鉄観音。しみる。美味しい。どうぞ。めっちゃ飲みやすいわ。全然癖ない。めっちゃ美味しい。さて、環状コースの後半です。江湖步道へ進もう。幹はまだ別のここある。じゃあここ戻る？じゃあまっすぐや。帰り道は少し分かりづらいので、標識をよく見ながら進んでくださいね。ここ書いてる。道細い。さっきの残暑步道と比べると、こちらの道は少し歩きにくいけど、ジャングルの森の中を歩いているようで楽しいです。春には桐の花が咲きますが、私たちが来た時全部散っていて、地面が桐の花でいっぱい。素敵やな。わ、この景色やばい。駅まで戻ってきました。このコースでだいたい1時間半くらいかかりました。あ、これお茶葉や。駅の周辺はお土産やカフェなどのお店はたくさんあります。今日は月曜日だから閉めている店が多かったです。ほら、かわいい。おお、いいね。そうそう、ちゃんとしてるよね。美味しい。でも私は多分さっきの温かいの方が好きかも。冷たいのも美味しいけど、温かいの方がなんか香りもといい感じ。そうやな、多分。そろそろお昼なので計算します。わあ、今すごい人は。早く来てよかったな。バスで移動して次の目的地へ向かいます。昼は伝説のチャーハンを食べに行きます。水源市場は台北のローカル市場で安くて美味しいグルメを楽しめる場所です。あれちゃう？水源市場にある人気のお店、龍記炒燴。メニューはチャーハン、炒河粉、あんかけご飯などバラエティ豊かで、特にとろとしたあんかけご飯は台湾人にとっても人気があります。
チャーハン大好きなK、今日は迷わずに牛肉チャーハンを注文しました。わあ、うまそうやな。もうよだれもんや。私が選んだのは河粉という米粉の麺。フォーに少し似ているけど、もっと幅広い麺でもちもちしています。台湾では炒めで食べるのが定番です。エビのプリプリ感とこの香ばしい味付けがたまらないよ。次はチャーハン行ってみよう。肉ホロホロ、野菜シャリシャリしてる。めっちゃ美味しい、マジで。いろんな食感がある、美味しい。やばい。なんかチャーハンくくらせるの香りも結構してるから、めっちゃ美味しい、マジで。美味しかった。この店は台湾に帰ったらまた絶対食べたいマイリスト入り決定。次は台湾人に人気のあんかけご飯を食べたい。谢谢，拜拜。台北ナンバーワン。32番だから緑のこの辺、ここやな。おー、美味しいよね。台北ナンバーワン。マジで。何味？アボカドの紅茶、上にアボカドのチーズ乗せてる。うまそう。緑。もうアイス食べてるみたい。アボカド味のミルクシェイクみたい。濃厚。めっちゃ美味しい。なんかお茶は無糖で注文したからそっちの方がちょうどいいかもしれない。チャーハンを食べた水源市場から徒歩10分で次の目的地です。少しユニークな場所、宝藏園アートビレッジにやってきました。なんかいろんなアートのどこにやってるのところかな。ここは全部人が住んでいる。しかも何県か書いてる。みんなリー県とかさっき何県とか。この扉すごくない？かわいいよね。ここ行けるで。もともとは古い集落でしたが、今はアーティストたちの創作の場所になって村全体アート空間の世界観になっています。路地裏を歩いていると、ふっとしたところに可愛い仕掛けやアートがあって、宝探しみたいな気分が楽しいです。通れる？
工房みたいな。そうそうなんか模様かっこよくない？うん。ちょっと中国のあれで映画だったり。このラッキークッキーじゃない？知ってるラッキークッキー？なんか食べたら中に紙入ってるでしょ？今日はラッキーとかラッキーとか。学校のテーブル大きいバージョン。おー。何がある？おお、面白い。都会で自然の音を聞くために。面白いよね。シェルター。迷路みたいで不思議な区間。意外と広いので全部回ったかわからなくなります。ベトコトルやな。うん。すごい。全部子供の絵。ほんまや。すごいよね、リサイクルアート。うん。面白い。宝藏岩のすぐそばに木の遊歩道があります。距離はそんなに長くないけど、まるでジャングルのような自然を感じられる気持ちいいの散策路です。入る？うん。ありがとう。うん。美味しい。今夜の目的地はローカルに人気の景美夜市です。その前にちょっと時間があるから近くの観光スポットに寄ってみよう。わ、きついな、全部階段。多分最初だけや。海岸は。仙池園は台北にある小さいな山で気軽に登るハイキングスポットです。標高はそんなに高くなくて、登山口から山頂まではだいたい30分くらい。あ、リスや。リスいっぱいいる。
あ、すっげえ、いっぱいいるいっぱいいる。リス天国や。しかもでかいな。リスってこんなもんか。かわいいかわいい。かわいい。すげえ。あ、前にもいる。本当だ。近い。もう人のことをあんまり気にしてないの。うん。なんかネットでこうしたら見るらしい。ほら見てる。ほらほら。あれ興味ない。リスが鳴いてる、ほら。尻尾尻尾。本当だ。リスこんな鳴き方？これ多分なんか日本語なんだっけ。求愛子。ああ。面白いな。おお、またいた。早い。すごいすごい。飛ぶのは可愛いよね。シュッうんうて。ん。ぴょん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 って感じ。すごい。パフェ。パフェ。さよなら。さよなら。こんにちは。バイバイ。あら、喧嘩してる。あ、ダメダメダメ。食べて。あ、かんかんかん。こいつ悪いな。悪いやつな。お、めっちゃ見える。おお。あれは台北駅のあれちゃう？あ、そう。山頂に着くと、そこに小さなお寺があります。そのお寺の前から台北市内が一望できます。台北の山どこにも見えるな。101。そうそう。木陰も多くて気軽に登れるので、ぜひ足を運んでみてくださいね。そろそろ降りてローカルグルメを楽しめるジンメイエスへ向かいます。すごい並んでるよね。景美夜市で人気の屋台庄家葱油饼韭菜盒。看板メニューの葱油饼はネギをたっぷり練り込んだ生地を香ばしく焼き上げたお焼き風グルメです。台湾の屋台で定番の人気スナックで、地元の人にも観光客にも親しまれています。営業時間は午後の3時半から夜の9時まで。夜市が混み始める前に立ち寄っておくのがおすすめです。今回はね、今なんか30元でプラス15元が卵がつけれる。いいね。今回はシンプルにした。
美味しい。めっちゃサクサクで、ネギも味付けしてて、しょっぱいの味付けしてて美味しい。外はサクサク、中はふわふわ。めっちゃ美味しい。なんか小腹でちょうどいいよね。行列は月々で全然終われない。お前。これから神明夜市のメインストリートの路地に入ります。なんかここの朝は朝市場。あ、そう。そう。せっかち用品が多い。そうね。神明夜市の知名度は低いですが、地元の人々に愛されるグルメが集まってて、台湾の日常を感じられるスポットです。そうそう、これこれこれ。もともとあそこにあった。このお店はもともと通りの向かいにありましたが、今はこちらに移転したようです。小さい頃から撮っていたので懐かしい気持ちになります。これは太いのビーフンスープ。台湾北部でよく食べられている米粉汤は少し太めでもちもちしたビーフンが特徴です。日本の細いビーフンとは違って食感もしっかりしています。こんな感じ。なんか食感ちょっと変わってるよね。素朴な味や。味が薄いからこの感じもそんな。そう？懐かしい。で、これ昔は大好きの紅烧肉、紅焼肉って書いてる。醤油ベースの甘辛いタレで味付けした豚肉をカリッと揚げたもので、米粉湯との相性は抜群です。このソースはかきオムレツと同じのソース、赤い。神明夜市で一番有名なのがこちら。地元の人たちにも大人気の台湾伝統スイーツ、豆花のお店。豆花に水の具材入れる。何と何と何。芋圆とピーナッツとこれ粉桂。粉桂。おいしい。美味しい。なんかプリプリとか。あ、そうそう、プリプリよね。芋圓も美味しいよ。やっぱり芋圓一番好きやな。ここの豆花は結構豆乳っぽいの味が強い。濃厚な感じ。本当になんか自家製の豆乳で作ったような感じ。焼き小籠包？台湾屋台定番グルメの一つ、生煎包。おお。すげえ。カリカリに焼かれた皮と肉汁たっぷりのあんが特徴の焼き小籠包です。一个肉一个菜。熱い。熱っ。
これ食べれへんやで、熱すぎる。マジで。うん。これ野菜の方、胡椒の味がすごく強くて、なんか生地もちもち、下はこの辺がサクサク、両方の食感があるから美味しい。ネギたっぷりや。キャベツシャリシャリで美味しい。お肉の方。美味しいけど、私野菜の方が好き。あ、そう。でもこれ本当になんか肉まんな感じ。今まで見た中で一番しょぼい。今回の台北一日旅はここまで。次も台北の魅力を紹介していきます。最後まで見ていただきありがとうございました。またね。